こんにちは、ブラハムと申します。今回は、トライデントを回収できる、ドラウンドトラップを作成していきます。自分で叩くタイプと、ピストンで倒すタイプ、2パターン作成していきますので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。最初に、使う材料はこんな感じです。それでは早速、作っていきましょう。それでは、作成に移ります。天空トラップの作成場所まで、ブロックとはしごで登っていきます。高さは、海面から50の高さまで登ります。登ってきたら、はしごの周りをブロックで囲み、待機場所兼詰め所的なところを作ります。ドラウンドを処理してる最中、こちらで待機することになるので、ファントムに攻撃されないように屋根などをつけておきます。そしたら、トラップを作成したい方向に、はしごから24個ブロックを置いていきます。これを2列分作ります。次に今作った道の先に、6×6 の床を作っていきます。四隅に、脇つぶしで松明を設置します。こんな感じです。離れたところから見るとこんな感じになります。それでは作成に入ります。まずは、ラージチェストを横向きに2つ設置します。設置したら、後ろに回りホッパーを設置。さらに、設置したホッパーに乗りホッパーに向かってホッパーを設置。さらに、今設置したホッパーに向かってホッパーを設置します。横から見るとこんな感じです。続いて、ホッパーを囲うようにブロックを2個ずつ置きます。そしたら、さらに3個ずつ高くします。チェストの上は、ガラスブロックを設置し、ガラスブロックの上にハーフブロックをつけておきます。トライデントをゲットできるまでは、こんな感じで剣で直接叩きます。今こんな感じです。ガラスの上には、ブロックを置きます。そうしましたら、左右を7ブロックずつ2列分、伸ばしていきます。次に、今設置したブロックを囲うように、ブロックを置いていきます。一周囲えたら、さらにもう一周囲みます。こんな感じです。ここまでできたら、無限水源を作っておきます。そしたら、真ん中に向かって水を流します。そうすると、ちょうど下に流れないところで止まると思います。逆側も同じく水を流します。次に、こっち方向と、こっち方向に7ブロック床を作ります。
端から横に1マスずれたところから設置していきます。最初は枠を作っていきます。7ブロック置いたら横に曲がります。後で、この中にもブロックを敷き詰めます。とりあえず、こっち側も枠だけ作ります。枠を作ったら、中にブロックを敷き詰めていきます。こんな感じです。そうしましたら、一段高く、今敷き詰めたブロックの周りを、囲っていきます。一周囲えたら、さらにもう一段高くブロックを設置します。こんな感じです。次に、床一面に土ブロックを敷き詰めます。こんな感じで土を敷き詰めました。そしたら、次にフェンスゲートを持ってもらい、水路の上に設置していきます。一列設置できたら、もう一列同じように設置します。2列設置できたら、すべて開けておきましょう。次に、この列全部、水を流していきます。反対側も同様に水を流します。水は1マスおきに流して、真ん中からすくうことで楽をできます。一列流せたら、反対側も流します。はい、両方から流したらこんな感じです。水を流し終わったら仮ブロックをすべて壊します。はい、こんな感じです。ここまで来たら、もう水は使わないので、無限水源は撤去します。完成までもう少しです。まずは、周りをさらに、3ブロック分高くしていきます。今設置したブロックの上に、ハーフブロックを設置していきます。最後に、屋根をつけるように葉っぱブロックを、全体に設置していきます。ちなみに夜であれば、葉っぱブロックがなくてもドラウンドは湧きます。はい、葉っぱブロックで全体を覆いました。これで、ドラウンドトラップ、仮が完成となります。詰所に戻って待機してると、こんな感じで上からドラウンドが降ってきます。
あとは、降ってきたドラウンドを倒していきます。倒すときは、ドロップのエンチャントがついてる武器で倒すと、より良いと思います。倒すと、アイテムがチェストに溜まっていきます。いきなりトライデントをゲットできました。トライデントのドロップ率は、8.5% 程度みたいなので、これは結構ラッキーですね。ちなみに、倒してゲットできるトライデントは、使い古しのトライデントになるんですが、新品のトライデントをゲットする、という小技があるのでやってみます。とは言っても、特に難しくないです。ドラウンドを倒した時にドロップする、オウムガイの殻を、トライデントを持ってるドラウンドに投げるだけです。こんな感じに、目の前に投げてやると、オウムガイの殻に目がくらみ、トライデントを捨てる時があります。はい、こんな感じです。ドラウンドの持ち物が、オウムガイの殻に変わってるのがわかると思います。チェストを確認してみると、新品のトライデントを無事ゲット、新品が欲しいという場合、試してみてはどうでしょう。トライデントがゲットできたら、処理層の方をアップデートしていきます。ちなみに、使い古しのトライデントでも大丈夫です。まずは、ホッパーの上に段分を壊していきます。そしたら、チェストの上にガラスブロック。次に、ホッパーの左奥のブロックの上にピストン。残りのピストンも同じ要領で、3つ設置していきます。次に、トーチをピストンの側面に設置していきます。続いて、オブザーバーを向きに注意して、設置します。設置した時に、オブザーバーの顔がトーチに向いてるようにします。チェストの上のピストンにレバーをつけて、ピストンが動くか確認します。ちゃんと動いてるのが確認できたら、使い古しのトライデントでも大丈夫なので、ピストンの木目に向かってトライデントを発射します。これで、処理層のアップデート完了です。あとは、空いてる穴を塞いで、ドラウンドトラップの方は完成となります。それでは、動かしてみます。レバーを入れて、稼働させ、あとは待機場所で待機してるだけです。ちなみに、待機場所でドロップ増加の武器を持ってると、ドロップ量が上がるみたいです。このまま、5分程度待機してみます。結果はこんな感じです。さっきオウムガイの殻と交換したトライデントをそのままにしちゃってますが、それを抜かしてもトライデントが4本ドロップできてます。また、それ以外にも腐肉も結構な量ドロップできてるので、攻撃量にも確保できそうですね。ということで、今回は、ドラウンドトラップを作成してみました。今回の動画は以上となります。よろしければ、もう一本他の動画を見ていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴、ありがとうございました。